何かを変えたい。今の現状から抜け出したいと考えたことはありませんか？今日は現状を変えるのは意外と簡単だっていう話です。目の前にある日常に不満を持ちながら、でもそれに縛られ続ける人生。頭ではずっと変わらなきゃ変わらなきゃって思ってるのに、全く変わらない日々。その繰り返しが続くと、その変わらなきゃっていう気持ちが、まあ仕方ないかっていう気持ちにすり替わってしまいます。そして気づけば何年も同じ場所で、いつも同じことをやっている。これは自分自身へも言える言葉です。この何もないホワイトボックスでいつも語り続けている。バカみたいに。何年も何年も。ここに来てからは実際2年だけど。じゃあ現状を変えるにはどうしたらいいのか。どういうふうに考えたらいいのか。これは誰にとっても難しい問題だと思います。でも確実に言えることは、自由というものは、ある日突然宝くじが当たった時に訪れるものではなくて、自分の手で着実に縮めていくことができるもの。そういうものを積み重ねているうちに、いつの間にか立ち現れてくるものだと思います。4つのステップに分けて考えてみます。まずは、いろんなものをやめたい。いろんな状況から抜け出したいって思っているのに、そこから抜け出せない。そういうふうに自分が縛られている状況から自分自身を解放するっていう風なプロセスです。変化を妨げる最大の要因は、自分自身で行うやめられない理由付けにあると思います。仕事、生活、環境、お金、人間関係、それぞれの中にやめられない、ここから抜け出せないっていう風な理由があって、自分でそれに対して言い訳を作って、いつも解決を先延ばしにしている。解決を先延ばしにしてしまう生き物です、人は。だけどそれらを一つ一つ確かめて、それらは本当に変えられないのかっていうのを確認してみましょう。例えば、今の仕事に不満を抱えながらも、同じ仕事を何年も続けている人は多いです。そして、辞められない理由を尋ねると、大体、辞めてしまったら生活が成り立たないとか、毎月の安定的な収入を捨てるのが怖いとか、辞めた後にどうやって生きていけばいいのかわからないっていう答えが返ってきます。だけどもし本当に自由を求めるのであれば、こう考えるべきです。その仕事を辞められないではなく、どうしたら辞められるか。視点を変えてみるだけで見える世界はどんどん変わってきます。収入の選択肢を増やすこと。支出を減らすこと。スキルを磨くこと。それらすべてにミニマリズムの技術を適用しながら、効果を最大化していくってことができます。視点を変えて考えて、小さなことから行動していけば、いつかやめられないって思っていたものが、やめても大丈夫っていう風に変わります。そういう瞬間が必ず来ます。だから自由になること、自由を手に入れることに対して焦るのではなくて、まずは小さくその準備を進めていくことが何よりも自由の第一歩になります。二つ目のフェーズとしては、インターネット上の謎めく存在、そして選択肢の拡大です。インターネット上のプレゼンスが常態化してしまった今の現代では、自分のコントロールしきれない人生を少しでもコントロールするために、大きな社会の枠の中でどういう風に見せていくか、ということが大事になってきます。それは、講義の意味で、ブランディングと言われたりします。僕自身はこのチャンネルに便宜的にエクストリームミニマリストとかミニマリストっていう言葉を使っていますけども、実際に自分自身が何なのかははっきりと分かっていません。そういう意味での謎めく存在です。私はミニマリストでもなく、エクストリームミニマリストでもなく、ただの変態の独身無職のアラフォーということもできます。でもこれは何も特別なことではなくて、自分自身が何者かであるかを分かっている人は実際に少ないと思います。それは経験とかこれまでの経歴とか技術とか年齢とか資産に関わらず誰もが持っている、誰もが抱えている問題です。20世紀的な世界では肩書きこそが自分自身を表す一つの指標でありました。だから会社に勤めてとにかく肩書きを得ること。90年代まではそういう風な価値観がはびこっていたと思います。今私たちが生きている世界は現実とフェイクとそしてバーチャルと AI が混在する混沌とした時代です。そのような世界においては肩書きとか会社のポジションとかは全く意味がない。全くとは言い切れないかもしれないけど、ほとんど意味をなさなくなる。役に立たなくなっています。これはインターネット上で活動して自分を偽りながら自己を高めよみたいな単純な話ではありません。むしろ最近はエビデンスの強化や監視社会、そしてセキュリティの強化によって、現実と非現実の世界は限りなく揺らいでいます。つまり、ますます嘘がつけなくなるような時代になっていると思います。おそらく80年代、電話しかなかった時代の方が、嘘をつくのは簡単だったと思います。だからこそ、ネット上のプレゼンスを確立しながらも、現実をしっかりと生きて、そして曖昧な余地を残しておくことをお勧めします。最近は SNS の世界になったことによって、
自分の事柄を外に開示しすぎだと思います。そして自分自身が何をしているかを 100% 開示しない方が人生はいい方向に回るっていうこともあるっていうことです。それは自分自身の表現の仕方とか、外からの見え方とか、発信の技術にも関わってくることです。例えば自分が会社員で何かの組織に勤めているような人であっても、自分自身を社会の中の個人というふうに位置づけられれば、発信の仕方とか表現するスタンスっていうのは変わってきます。例えば会社員をしながら副業をやっている人は、副業をやっている方を自分の本業、自分の人格だと考えて、アンテナを張ることで、会社員では得られないような情報とか人脈ができたりします。それが学びとスキルの向上につながっていくのです。また会社と個人では税金の扱い方も異なりますので、そういうことに対する勉強とか知識の向上にもなります。先に話した謎めく存在という意味では、発信するときも全てを話すのではなくて、語らない部分を作るのも大事です。つまり余白です。語らない部分にこそその人の人間性が現れて、書かれなかった文章や言葉にこそその人の本質が宿ることがあります。その余白によってその人のことをもっと知りたいという気持ちが生まれて、結果的に様々にチャンスが広がることになります。そういうわけで私はこのチャンネルでもう喋りすぎているので、余白がなく、ただの変態、時丸田中というふうに認識されていることになります。3つ目のフェーズは、仕事を習慣に変えるっていうことです。自分の好きなことで生きていこうとすると、それがいつの間にか仕事になってしまうことがあります。私の場合は写真がそうでした。東京に来てからこれまで15年ほどフォトグラファーとしてずっと活動してきました。これはフォトグラファーだけに言えることではないんですけど、クリエイティブな活動とか好きなことを仕事にすると大体ありがちなのが、最初は楽しかったのに、いつの間にかそれが仕事になって、やらなければいけないってものに変わってしまい、楽しくなくなるってことです。それに対して消耗してしまうってことが起きます。そうならないためにはいくつかの対処法があるんですけど、自分が大事だと思うのは、仕事とその趣味的習慣、その2つを分けて認識するのではなくて、その境界線を限りなく曖昧にすることだと思っています。つまり、仕事なんだけど趣味のようにやって、趣味は仕事のように行うっていうことでもあります。これは一字一句同じではないんですけど、以前哲学者の千葉雅也さんがツイッターで、仕事は家事のように、家事は仕事のようにこなすって言っていました。それが結構印象に残っています。僕が考えているのもそれに結構近いところがあります。習慣というのは何も考えずにやってしまうようなことです。それは朝起きて顔を洗ったりとか、自然にご飯を食べたりとか、お腹が空いてご飯を食べたりとか、運動習慣がある人は毎日走らないと気が済まないって人もいるでしょう。仕事においてもその習慣と同じような状態にすることが大事です。例えば副業で YouTube をやっていて、それが収益になっていて仕事っぽくなってきた人。そういう時に YouTube を仕事としてやらなければと思ってしまうと、その瞬間にそれまで楽しかったものが急に辛くなってしまいます。だから YouTube をやらなければいけないではなくて、日常の延長線、あくまでも自分の生活が主体であり、それに伴って動画ができてしまったっていう風な状態を作るのがベストです。私のこのおかしな YouTube チャンネルも実はそういう風な構造によって成り立っています。そうでないとインフルエンザで寝込んでいる正月に DJ をしたりとか、椅子取りゲームを始めたりしませんよね。これは YouTube だけではなくて、ブログとか SNS とかそういう様々な発信にも使える技術です。つまり発信を続けなければ、英語で言うと have to ですね。何々しなければならないではなくて、続けていたらいつの間にかそれが発信になっていたっていう状態を作るのがポイントです。つまり習慣化というのは言い換えれば have to 何々しなければならないっていうものをなくす。手放していくっていうことだと言えます。自分がやっていることが仕事っぽくなくなってしまうと、それは自分の生活の一部、習慣として動きます。そうなることで、ストレスも大幅に下がって、そして続ける力、継続性も向上します。そして習慣化においては小さなリズムで続けるってことも大事です。一気にやろうとせずに、一気に完璧を求めずに、1日5分でも毎日続けていく。それを始めるタイミングと時間だけを決めて、その時間になったら必ずそれを行うという風なトリガーを作る。僕の場合は時期によっていろいろ習慣は異なるんですけど、基本的に毎日ヨガをする、毎日運動をするってことを決めています。そして3日に1回ぐらいのペースで必ず走るっていうことを決めています。最初はカレンダーに書き込んだりしていましたけど、今ではもう2日空いたら走る、2日空いたら走る、2日空いたら走るみたいな、そういう風なリズムになっています。そして習慣化を邪魔する最大の敵は完璧主義です。
これは YouTube やコンテンツ制作にも言えることなんですけど、完璧を求めようとすればするほどに、それに取り掛かるのが億劫になってきます。もちろんクリエイターとしては、常にいいものを出していく、常に最高のものを出していくっていう意識は必要です。しかし、完璧を求めすぎて、逆に何も作れないっていう風になると、それは何もしていないのと同じです。成果はゼロです。だからむしろ、何も作らないよりも、何か少しでも、毎日作り続ける方が結果的に成果として現れてくると思います。最後のフェーズを自由のゲーミフィケーションと呼んでみましょう。繰り返しになりますが、自由はある日突然手に入るものではない。そう話してきました。自由とはあと少しと手を伸ばしながらもがいているうちにふとした時に立ち現れてくるものだと思います。組織や会社に勤めている人たちは会社を辞めればあらゆることから自由になれることはもう分かっています。ただ急に辞めたところで十分な準備がなければ自由と引き換えに何かを失う事態になります。それは毎月自動的に入ってきていた安定的な給与かもしれないし、仕事をすることによって得られていた人間関係だったりとか、そこから派生してくる仕事だったかもしれません。その罠にはまらないためには、やっぱり数字とか時間を具体化して現実に落とし込んでいくという作業が必要になります。あといくら貯まれば会社を辞められるのか、300万なのか、500万なのか、1000万で辞めるのか、毎月あとどれくらいの収入を上げられれば自分は生活ができるのか、会社に頼らずに生きていけるのか、自分がやっている仕事、あるいはこれから始めようとしているビジネスがあと何ヶ月あれば整うのか、何年あれば準備ができるのか、そのような自分の状況に合わせて数字に落とし込んで具体的に少しずつ詰めていけば、それは同時に自由との距離も少しずつ縮まっているということになります。そして先ほど話したような習慣化、仕事を習慣化する、習慣の中で仕事を行うことによって、その中で生活していくと、ある日突然来ます。そのタイミングは。もう自分は自由になれるんだって。もうすべて手放せるんだっていうタイミングが来ます。その感覚を手にした時が終わりではありません。その感覚を手にしてからがスタートです。人生は一気に動き出します。今あなたがどんな状況であっても自由が近くにあるということを忘れないでください。そして自由は突然訪れるものではなくて、自分の手で縮められるもの、その距離を縮められるものだということを忘れないでください。それを認識し始めた時に、あなたの生活、そして人生は変わり始めます。現状を変えるのは意外と簡単です。今日から何かやっていきましょう。そういうわけで今日は現状を変えるのは簡単という話をしてきました。自分のメンバーシップでは少ないもので暮らしながらより創造的に作ることについて発信をしています。時丸田中のニュースレターでは週に1回私の近況報告と長文記事のサマリーをお送りしています。そちらは無料で登録できますのでぜひ購読してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の放送で。バイバイ。